昭和初期、小樽に巨大な海のリゾートが誕生した。その名はおとも遊園地。中心施設は崖の上にそびえ立つ高級料亭、龍宮閣だった。おともいブルーの海岸の崖の上、狭小な部分に建てられた龍宮閣。京都清水寺と同じ掛造りで建てられた楼閣に、人々はトンネルを通り、スリル満点の遊歩道を歩いて食事にやってきた。私はこれまで龍宮閣に至る遊歩道や白蛇渓と呼ばれる実地について、また龍宮閣の基礎についての動画を配信してきた。昨年、視聴者の一人、東京の Y さんからメールをいただいた。私は小道具を扱っておりまして、手元におたもりの絵はがきと建設中の龍宮閣と方式の写真があるのですが、ご入り用でしょうか。私はもちろん譲っていただきたいと返信し、料金等についてやり取りを始めたが無償でいいと。数日の後、郵便物が到着した。そして建設中の龍宮閣とおぼしき写真が。一目でこれは特別な記念撮影だということが分かった。笑みを浮かべ、そして少し改まった表情の20人の人々。撮影場所はこの白蛇渓の上に架けられた橋の手前から建築中の龍宮閣を背景に撮影されたものだろう。数人の大工が屋根で作業している。これは棟上げ式の記念撮影で貴重な一枚だ。この秘蔵写真から感じた3つの疑問。いつ撮影されたのか。写っている人物は誰か。なぜ海崖上の掛造り、しかも中華様式なのかを探っていきたい。バッティングセンターらしいですね。かつて人々はここで入場料を払って遊園地へ降りていった。このすぐそばにおたも遊園地の唐門が残っている。昭和7年に建立された人々を出迎えた歓迎のアーチ。朱色に塗られた中華様式の見事な建築物。龍宮閣はこれと似たスタイルで3階建てだったんだ。おたも遊園地の様子を今日に伝える貴重な遺産。さあ、実際に来た。七曲りを降りていくと、昔は奥から白蛇弁天堂、演芸場、そして弁天閣が見えてきたはず。以前はひょうたん池があって、岩の先頭の下に白蛇弁天堂、右手に稲荷神社があった。絵図鹿が現れた稲荷神社の前に人々が集まっている。おたも遊園地の解説版があり、なんと完成間近の龍宮閣の写真がある。しかし、撮影年の記載はなかった。ウィキペディアに掲載されていた、まだ土台ができる前の写真。これは昭和8年の春から初夏にかけての撮影だった。論文を検索したところ、こんな写真に出会った。基礎が完成し、足場が組まれ、骨格がほぼ出来上がっている。これも昭和8年の撮影だ。以上の検討から、この棟上げ式の写真は昭和8年の夏から秋頃に撮影されたものと考えられた。次に、この写真に写っている人物は誰か探求してみた。棟上げ式に出席するのは建物の発注者、その親族、またはそれに近しい関係性のものだと考えられる。それにしても20人の出席はやや多いような気もする。写真の人たちの情報をより多く得るため AI でピントを補正し、昭和初期の風俗を参考に色付けを行ってみた。人々の明確になった人相と立ち位置から3つのグループがあるように思われた。まず第一にこの5人の親子。次に注目したのは
前列に座る学生らしき姉妹。彼女たちにそれぞれにいた男性と女性を父親、母親と考えた。そして右奥の初老の男性、その他の女性たちはどういう関係か推定がつかなかった。以後、社会的に知名度がありそうな青矢印の3人の男性に注目して調査を進める。ここには白蛇の神様が祀ってあり、おみくじが引けた。そしてこの祠の完成直後の写真に出会った。青矢印の男性は、あの秘蔵写真の右上の初老の男性と同一人物だろう。彼の名は加藤昭太郎といい、小樽で蛇の目寿司で大成功した実業家だった。蛇の目寿司は大変目立つ店構えで電飾の看板を掲げていた。看板を拡大すると、おたも遊園地の絵が描かれていた。竜宮閣で使われていたお皿は、よく見ると蛇の目寿司のものだとわかる。右奥の男性は加藤昭太郎だとわかった。彼の隣に並ぶ女性たちは、蛇の目寿司の従業員ではないだろうか。ここで上品な着物をまとった女性に注目していただきたい。白蛇を祀る祠の完成記念写真にもこの女性は写っている。彼女の左、ネクタイの男性は、あの写真、前列右端の男性ではないか。彼の名は広部幸太郎という。広部加藤の両親の関係を示すものが祠の中にある。祠に入って正面にあるのが、白蛇の神を祀りわがり、その右手には、おたも遊園地の開拓功労者の碑がある。事業化を進めた者として筆頭に加藤氏が、その補佐として広部氏の名前がある。そもそも白蛇系の見事な立地を加藤氏に紹介したのは広部氏だった。おたもバッティングセンターは広部氏の子孫が経営していると聞く。かつてこの辺りには鯉の養殖場があり、広部幸太郎氏はそのような事業を手掛けた資産家だった。そして唐門はこのバッティングセンターの近くにもともとはあったのだ。こうして青矢印の男性2人は加藤氏、広部氏ということが分かった。残る青矢印の男性ですが、あの祠の前の記念写真で広部氏の左に写っていました。しかしこの写真が掲載された論文にも名前は書いてありませんでした。しかしその答えらしきものを開拓功労者の石碑の中に見つけました。右から加藤、広部の次に職人4人が並び、最後に事業主、加藤滝夫の名前がありました。加藤滝夫氏は加藤昭太郎氏の長男で、おたも遊園地の経営を任されていたようでした。竜宮閣秘蔵写真の3つ目の疑問、なぜ海掛け状の掛け作り、しかも中華様式なのかについて考えます。昭和9年、竜宮閣竣工。あのトンネルを抜けてやってきた人々は、目の前に現れた3階建ての楼閣を見て、竜宮城が目の前にあると驚いたに違いない。昭和初期の日本では和洋折衷の建築物と和風建築物が主で、中華風の建物は極めて珍しかった。また掛け作りの建物は山間部や傾斜地に作られることが多く、水辺の崖地に作られたケースとしては愛媛県の我流山荘フロアンくらいしか見当たらない。3階建ての中華風の建物で掛け作り、1階でも海抜33メートルの高さ。竜宮閣は挑戦的な建築物として北海道随一の存在になる必要があった。ライバルがいたのだ。昭和7年、北海タイムズは新しいリゾートの広告を掲載。石狩海浜ホテル。直線基中の洋風建築物で白い宮殿のような佇まいだった。対する竜宮閣はスリリングな立地にエキゾチックな建築物、そして長大な塚柱を特徴とする掛け作りで対抗したのだ。しかしその建築は相当のリスクを伴った。 AI で処理した棟上げの写真。大工たちが作業をしている。海抜40メートルぐらいの屋根で、記念碑の候補はあの写真の中に写っているかもしれない。その他、土工建築盛んの功労者の名前が刻まれている。山や建築店は今も健在だ。巨大リゾートの難工場になった建築店に時代を感じる。
竜宮閣の建築が行われたのはオタモイ海岸の海崖で、そこでは海風に吹かれた場合、極めてリスクが高い作業環境だったと思われる。実際に建築中に命を落とした職人さんがあのトンネルの向こうで祀られている。今日は万全のヒグマ対策をして、絶海ですね。地蔵さんに到着です。今日まずこっちの方行ってみましょうか。民は美しい。昭和12年、日中戦争始まる。物資統制の開始。昭和13年、加藤武雄に軍から召集令状が来る。昭和16年、太平洋戦争が始まる。昭和17年、加藤昭太郎おたも遊園地の経営権を譲渡。昭和20年、米軍空襲で石狩海浜ホテルが焼失。昭和21年、おたも遊園地再開。昭和27年、竜宮閣は消失。